こんにちは。勉強の虫、テントウムシです。このチャンネルは簿記3級試験に向けた資格試験の勉強や趣味の勉強をしているところをただひたすら撮っていくチャンネルになります。タイトル通りですね、簿記3級試験の結果が出ましたなんですが、予想通り残念な結果となっておりました。先日、簿記3級試験が終わった時に、だいたい50点いくかいかないかかなっていうふうに、申し上げてたんですけど、成績開示も同時にできたんですけど、まさかの前回より下がっているという衝撃の結果になりました。で、大問1、大問2、大問3と得点の開示がされていて、大問1が前回よりできてなかったんですよね。で、大問2は多少取れてたんですけど、自分的にというか自分なりに考察するに、前回は本当に勉強し始めて5日とか1週間経ってないぐらいで受けたんですけど、もうなんか大問2とか大問3とか行く余裕も全くなかったんで、本当にもう大問1だけをしっかりやろうみたいな感じで解いてたんですけど、なんか今回は大問1で結構なんかあやふやな知識になってしまってて、これなんかやったけどどっちだっけみたいな感じで、大問1でかなり残念なことに落としてしまっていたので、ちょっとね、こんなに低かったかと思ってすっごいショックでしたね。点数は、前回がもう本当に恥ずかしいっていうかもう悲しいんですけど、前回が31点だったんですけど、今回まさかの29点でした。こんなことあるみたいな。前回よりは絶対に勉強してるのに、なんかもうちょっともしかしたら詰めて勉強してた方が良かったのかなとか、なんか11月の末ぐらいからこのチャンネル始めて、1週間に1回、その時は1週間に1回から2回ぐらい30分とかぐらいしか勉強してなくって、で、年末とか1月ぐらいからもうちょっとだけ増やすようにしたんですけど、で、2月入ったら直前とかはまあまあ勉強してたんですけど、なんかね、後半の帳簿の辺に行くあたりにはもう本当に仕分けがごちゃごちゃになってて、この辺ですね。で、なんか仕分けに戻って帳簿もしてみたいな感じで、いやー、でもね、試験前は一応仕分け2通りぐらいは、2巡ぐらいはしたんですよ。ただね、前回か前々回ぐらいの動画でちらっと書いたんですけど、なんかね、前払い金と前受け金とか、あと仮払い金と仮受け金とか、なんかこの辺がごちゃごちゃってなってたりとか、あとなんか、このステージ4あたりのこの辺のなんか消耗品とか通信費とか収益と費用とかなんか収益の未収未払い前受け前払いとかもなんかどれがどれかよくわかんなくなっちゃってて、そもそも前回は本当になんか途中までしかできてなくて、ステージ4入ったか入ってないかぐらいまでだったんですけど、ここまでは一通り、ギリやってたみたいな状況だったんですけど、でも前回より若干難しかったのか、もう帳簿とかの辺もやりながらごっちゃごちゃになってわけわからん、ちょっとなってたのか、ちょっとわかんないんですけど、まさかの。いやでもね、ちょっとね、めっちゃショックだったんですけど、
このテキストについてる模擬試験問題やった時にもあまりにもみたいな感じで、あまりにもできてなかった。悲しいことに最後のこう試験終わってからごめんね、試験終わってから解いたこの模擬試験問題が本当にもう先ほど申し上げた成績開示ぐらいの点数しか取れてなくて、信じられないぐらい第1問で間違ってたんですよね。あれみたいな。で本当にごちゃごちゃになってんのかなみたいな感じで、と思いましたね。だからまあでこの模擬試験問題もなんかめっちゃ難しい問題っていうよりは、そういえばあったなみたいなのを忘れてるパターンも結構あって、だからちょっとね、第1問がまず鍵になってくるのと、あと次受ける時には、第2問第3問まで解けるようにしたいなと思いつつ、本当に忘れちゃうのと、あとすっごい悲しいんですけど、あとこの前半らへんだけなんか結構こう分かるようになってきたっていうか、でこの後半のこの緑らへん、テーマ8の貸し倒れと貸し倒れ引き当て金とか、なんかもうこの辺からちょっとだんだんやばくなってくるんですよね。あれみたいな。有形固定資産の賃借とか、あとこの辺ですね、通信費と租税効果とか、もうこれもね本当になんか模擬試験問題でも試験本番試験がどうだったか定かじゃないんですけど、模擬試験問題でも通信費と租税効果間違えてたりとか、なんかこう怪しい、ちょっとこうあやふやのことがどんどん増えてきて、この辺ですね、この辺の最後のなんかあたりがもうごっちゃごちゃになってて、も受け取り家賃と前受け家賃どっちがどっちかわからないみたいな。やってる時はね、はいはいはいみたいな感じでやってたんですけど、時間が経つと本当になんか似たような名前がどれがどれだか分かんなくなっちゃったりとか、あと決算の時の仕分けと決算前の仕分けとかもなんか一通り全部やると、あれどれがどれだったっけってこうちょっと何回も同じこと言ってるかもしれないんですけど、なっちゃったりとかして、その辺がちょっともうちょっと頭整理できないと、なんか全体的にやったのになんか薄い知識だけついちゃったみたいな感じで余計わけわかんなくなるみたいな、もうちょっとすっごい最悪なというか悲しい事態に陥ってしまうので、だからこの時はこれだからみたいな、しっかりこう頭の中の引き出しに整理整頓できるようにいやね、もうでもそれにはね、もう繰り返し解くしかないよねっていうのと、やっぱどうしても忘れてしまうから、ちょっとね今後の対策としては今一通りもう一回解いてるんですよ。これ動画にも上げてるんですけど、一通り仕分けの部分はもう一回やろうと思ってでやって、あと後ろの問題を解いているんですけど、一回解いたらこう後ろから戻っていこうかなと思って、もうほんと後半がだいぶ怪しいんで、戻るっていうか、このなんかなんかステージごとに下っていくみたいな、こう順番にはやるけどこのステージ11からもう一回やってみたいな、でステージ10をからもう一回やってみたいな感じで問題を解いてみたいな感じで、何週かしたらもうちょっとあれかな。もうでも本当に帳簿とか後半のこの決算手続きとか資産表とかやっててもどうしてもなんか仕分けが出てきちゃうんで、仕分けで怪しいとこでミスってるみたいな感じなんで、やっぱりね、この辺も大事っちゃ、大事は大事なんですけど、その前に仕分けを定着させないとどうにもならんかなみたいな
感じで思いましたね。もうほんまちょっと落ち込みました。なんかほんまになんか舐めとったわだったし、もうちょっと取れてるやろって思ってたんで、多分ね、なんかね、大問1もなんか全部合ってないと1問各3点だと思うんですよ、多分大問1は。で仕分けでこう借り方と貸し方とかがそのトータルで全部合ってないと3点もらえないじゃないですか。もらえないと思うんですけど、なんかこう仕分けがこう2段あって、1段目とあと2段目の右側まで合ってるけど左だけ違うとか、なんかそういうなんかみたいなミスをこの模擬試験問題でもしてて、これ0点になっちゃうんだよなみたいな感じで、もうガチでショックだったんで、ちょっとね、なんか後半が本当怪しすぎるんで、これ後半からさっき申し上げたんですけど、下っていく感じで勉強して、あとはその先日のお話ししてた CPA ラーニング、でも仕分けが2巡ぐらいやらないと多分ちょっと今の感じでこう第一問対策とかやったら多分忘れてるっていうか、できてないところだいぶあるから、解いてもテキストに書えることばっかりで腕試しとか実力の確認みたいなところまでいかないと思うんで、とりあえずもう仕分けですね。もうほんと何と言っても仕分けをちょっと何回かやってみたいな感じでやっていこうと思います。いやー、ちょっとね、本当に動画撮って試験終わったら結果出たらご報告しますって言った手前は撮らなきゃなと思ったんですけど、恥ずかしいと思って、50点ぐらいって言ったけど全然取れてないじゃんみたいな感じで、正直ちょっと恥ずかしかったんですけど、結果が出てしまったので、ちょっとそれを踏まえてちょっとちょっと今日は撮らせていただきました。で今後の方向性としてはそんな感じで撮っていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。この動画が良かった方、頑張ってたなと思う方はグッドボタン、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた。バイバーイ。